はようございます。今日は、カシュテロブランコに来ました。リスボンからバスで2時間半弱ぐらいですねで来ました。ここは、ポルトガルの中でいうと内陸の方ですね。でスペインからも結構近い、スペイン国境も近い、場所に位置してるんですけど、ここ来るまでのバスの景色が本当に綺麗でした。のどかで朝に雨降ってたので虹もかかってて、すごいバスからの景色を楽しみながら来ました。このバスターミナルから街の方に向かっていく街路樹がすごい綺麗です。冬のライトアップ絶対ここ素敵でしょうね。前回のアマランテ・ギマランイシュ旅行からポルトガル国内旅行、1ヶ月ちょっと空いたんですけど、もうこの月1の国内旅行のこの待ってる間というかスパンの間がすごいうずうずするんですよね。早く旅行したくて。なので久々にこのポルトガルの田舎町というか地方の町のゆっくりの空気に触れられてすごい嬉しいです。もう禁断症状出てました。早く来たくて。やっぱりこういう落ち着いた地方の町に来るともうバスから一歩足下ろした瞬間に心が落ち着きますね。一気になんか気持ちがあったかくなるというか。まずはメルカド・ムニシパルに寄ります。ここのメルカドの特徴はカシュテルブランコ、チーズ有名なのでチーズのお店がめちゃくちゃ多いです。僕も今日チーズ買って帰りたいなと思ってるんですけど、荷物になるので帰り最後に買う予定です。白い家や建物が多くて綺麗ですね。こっちの通りも全部真っ白。このカシュテロブランコの町の名前が直訳すると白いお城なんですけど、この後行くお城のこの白い輝いた姿が由来らしいんですけど、これ家々もやっぱり白でそういう意味で統一してるんですかね。全体的に白いのですごい街がなんていうんですかね、なんか優しく輝いてる感じがします。すごい綺麗です。まずはちょっと城に登る前に腹ごしらえをということでこのレストランに来ました。地元でかなり有名な人気レストランらしいです。ベンソパド・ドゥ・カブリートという、子羊の煮込み頼みました。この辺りが子羊とか有名で郷土料理ですね。チーズもそうですし、こういう子羊の料理もとっても有名です。人気店なので、今日土曜日ということもあって家族連れのランチしてる方が多くてすごい素敵な雰囲気でした。店員さんもみんなポルトガルらしくて親切で、いい接客で。今さっきのレストランから歩いてカステロに向かってるんですけど、
途中経過の地点で見下ろす景色が本当に素晴らしいです。カステロに着くのが楽しみです。カステロ着きました。空気がすごい美味しいです。空気美味しい、景色綺麗、最高です。でこのカステロブランコはさっきちらって話したように、このカステロブランコっていう町人の名前がこの白い城っていうこの城のことを指してるんですけど、そうこれが12世紀のキリスト教国の再征服の時に建てられてて、完全に何ですかね、こう監視というか防災、要塞として建てられてるブランコ、カステロブランコ、お城ですね。なのでこう王宮とか王様のこうブランコというよりは本当にそういう要塞目的で、建てられたもので、ちょっとこれ今の感じだとあんまり分かりにくいと思うんですけど、ポルトガルの他のお城と違ってこの地域特有の白い石材で建てられていて、でそれでこう外観が真っ白に見えるというので、このカステロブランコっていう名前がついているそうです。見晴らし最高です。ちょっとここは本当にゆっくりできそうなので、小さいですがまったりしようと思います。本当に素晴らしい景色ですね。見てください。やっぱりこのポルトガルのオレンジの屋根、本当に素敵ですよね。この景色ずっと見てられますが、敷地内に教会もあるので、そっちも見に行きます。でこれがカステロの敷地にあるイグレジャ・ドゥ・サンタ・マリア・ド・カステロですね。そう神秘的ですよね。これ要塞の真横にあるイコール、当時のここが戦の、最前線の場所の一つであったわけで、その無事と勝利を祈る精神的な拠り所というか、そういう意味での位置づけでこの場所にある教会なので、すごいなんというんでしょう、なんかその当時のなんかパワーを感じますね。でお城と逆側の方もこんな感じで見晴らしのいい小さな公園みたいな感じになってて、こっち側の景色も現代的なシティビューというか、こうレジデンス群のビューではありますが、こっちも見晴らしがとってもいいです。で来た道と逆側から道の方に降りていこうと思ってるんですけど、このカステロの
真下の小道もすごい可愛いです。ここにある家がもう全部昔のポルトガルの雰囲気がそのまま残ってて、なんか当時の雰囲気をちょっと思い出させるような感じですね。ところどころにあるこういう小道の見晴らしもすごい綺麗で、すごいこういうのに心奪われます。本当に綺麗です。すごい綺麗。今日ちょっと目玉の一つだったミュゼ・カルガレイロっていう、このカステルブランコ出身のカルガレイロという、アーティストのミュージアムなんですけど、なんかやってないんですよ。なんで閉まってるんだ。土曜日なのに土曜日に休むってあります？どういうこと？携帯壊れてて使えなくて調べれないんですよ。ちょっとツーリストセンターとかあるのかなって言っても、それも地図がないからわからないっていう。はい、またちょっと街の方に戻ってきました。街をまた散歩しようと思います。なんかあれですね、さっきのミュージアムもそうですが、カステルブランコはお店含め土曜日結構皆さん休まれてるところが多そうですね。ちょっとコーヒー休憩が必要なのでコーヒー休憩します。でちょっと今日いつもの Vlog の通りご当地デザート食べようと思ったんですけど、そうなんかカステルブランコそんなにご当地スイーツこう扱ってる店が多くなくて、調べたってところ今日やってなかったので、結局ちょっと普通のポルトギーズデザートを食べましたが、でもすごい美味しかったです。もう定番なので。なんか冒頭にも同じことを言いましたが、やっぱり街全体的に結構白で皆さん統一して建物作ってるから、すごい統一感があるこう景観ですね。すごい綺麗というかまとまった感じが、ちょっとこの街のその特色かもしれないです。お客さんは僕しかいませんこんな綺麗なのに。うわすごい、ここもめっちゃ綺麗ですね。このガーデンの個性的なところは、
レモンとか柑橘系の木がすごいいっぱい生い茂ってるのと、石像の数が半端じゃないです。1メートルおきに石像があります。結構細かいディテールの演出がすごいいっぱいあって、これ多分当時の装飾生かして復元してると思うんですけど、そうなんかちょっと独特の雰囲気ですね。すごい綺麗です。見てください、これ上からの町側を見下ろす景色が最高です。個人的にこの池の部分がめちゃくちゃお気に入りです。すごい綺麗です。晴れてるから余計に水の色と空がマッチして綺麗。すごい神秘的じゃないですか、ここで。さっきちょっと外観見た時に映した時に見えたと思うんですけど、このガーデンの前にある道路を挟んで歩道橋というか上を渡れるようになっていて、でここは一応渡れるんですが、向こう側の公園との入り口は遮られてますね。逆から人が入ってこないように。見上げるとこっちの景色もすごい綺麗です。結構僕このジャルディン・ド・パソ、このカシュテルブランコの割とハイライトかもしれないです。すごい好きです。この噴水と植物が多いのがグッドポイントです。水の音大好きだし、緑がすごい綺麗だし、アズレージョも素敵だし、何よりシティビューが素晴らしい。ここが僕一番ですね、今日見た中で。カステロももちろん最高なんですが、ここはなんかもっと個性があります。ここ特有の。でさっきパサージュから続いてたこの公園がパルク・ダ・シダーデという公園ですね。すごい綺麗ですね。かなり整備されてる感が伝わりますね。さあこの辺りで、本日の Vlog 締めようと思います。皆さん今回のカシュテルブランコ Vlog いかがだったでしょう。この旅のハイライトはやっぱりカシュテルですね。最初の、お城と、で意外なことに僕が一番、印象に残ったのが、ジャルデン・ドゥ・パソですね。パレスガーデンが本当に綺麗でした。結構今まで見たガーデンの中でも、規模はそんなに大きくないんですけど、印象的という意味ではかなり自分の心に残ったスポットでした。もちろんカステロからの絶景ももうシーンの時に申し上げている通りめちゃくちゃ綺麗で、感動しました。もうずっと無言で眺めてました。本当にでも1ヶ月以上ぶりにまた、新年一発目の国内旅行、カステロブランコの街でゆっくりできてとってもいい時間を過ごせました。残念ながらですね、ポルトガルは今週来週ずっと雨で晴れの日がほぼない状況でして、今日も朝は雨だったんですよ。そうなので、ちょっとアクティブに過ごせる時間が、減る期間かなとは思いますが、
今日ちょっとこの貴重な晴れの日をこの素敵な街でゆっくり過ごせてとっても良かったです。はい、それではこの辺りで締めくくろうと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の Vlog でお会いしましょう。バイバイ。